うん、ちょっと飽きすぎじゃないのみたいな。だから同情するなら神柱状態なんですよ。特にまあだからよその子とゴーヤの育ちは早いみたいなさそういうのあるじゃん。みたいな感じになって久々にあこれこれみたいなさ、やっぱりガールポップってこれだよねみたいな、来ましたねユニスみたいな感じではあったんだけど、ちょっとねやっぱり不満っていうよりも、ここもっとこうしたらよかったのにっていうのが2点だけあります。4月15日ユニスが 3C でカムバックしました。わー。スイッシーはユニスのザ・セカンドミニアルバムスイッシーのタイトル曲です。ただこれスイッシュって書いてるメディアがあったりとか、歌ってる感じのサビの部分のところを聞くとスイッシュって言ったりするので、何とも言えないんですけどただコトコが喋ってるうんもんのやつとかだとスイッシーって言ってたりするので、一応両方の表記があるけど、この動画内ではスイッシーで統一していこうかなと思います。ユニスは SBS 初のサバイバル番組ユニバースチケット通称ユニチケから誕生した8人組のガールズグループで、2年6ヶ月という期間限定グループということでもあります。でデビューのスーパーウーマンから前作のノマンモレ過去キュリオスは5ヶ月という期間限定グループらしい詰め込み具合というか、駆け足な感じもあったんですけど、今回は約8ヶ月ぶりという結構お久しぶり感がありまして、だからこのカムバカにデビュー1周年を迎えて、だから活動期間的にも折り返し直前という感じ、折り返し間近という時期に差し掛かりました。正直時が流れるのが早いなっていう感じもするし、その K-POP 界の万年のイムソーンもそりゃ綺麗になるわなっていう感じなんですけど驚きのね、ちなみにまだ14歳です。そうなの。だからカムバカンには特別大きなことっていうのはなくてですね、だから年末を挟んだので新人賞のいくつかを受賞したりとかっていうのはあるんですけど、それぐらいで、だから正直この8ヶ月は期間限定グループとしては俺は個人的にはちょっと飽きすぎじゃないっていう感じはするんですけど、だって普通だったらっていうか特に期間限定グループだったら、余計にこの間に日本デビューとかさ、普通にあってもしかるべきというか、そう日本公演とかも力入れてるからね、それがあっても自然なんですけど、飽きすぎだろうって怒るほどじゃないけどとなんかこう姑感っていうか、ちょっと飽きすぎじゃないのみたいなちょっとここに取りたくなるよね小言言いたいぐらいの飽き方ではあります。ただこれはユニスの話じゃなくてヒョンジュ限定の話なんですけど、ジン・ヒョンジュ改めベルの実家シグネチャーがですね2024年11月30日をもって契約終了及び解散をしてしまいまして、ヒョンジュは晴れてじゃないですけど家なき子となってしまいまして、実家なくなっちゃったで曲の中にヒョンジュのパートでベールに包まれてっていう歌詞があるので、この辺はちょっとそれを意識してるというか、それへの思いみたいなのを歌っているのかなっていう、ここは俺は結構気の利いた配慮だなとは思ったんだけど。なるほどなるほど、いやでもそのシグネチャーっていうトンチキの名家がね、名家がこの K-POP から失われるのは俺はすごい損失だと思うんだけど、そのユニスに、直接は関係ないんですけど、それは一つちょっと残念だなという感じではあるんですけど、プンドンからの流れ良さそうだったけどね。これが抽象あるあるというか感じもするし、そのヒョンジュがユニスにいたっていうことが不幸中の幸いというかね、少ない救いではあるんですけど、で一方同じ実家持ちであるナナもプリティルが開店休業状態なので、開店もしてないのかなだからこれで実質メンバー全員が家なき子状態他のメンバーを家なき子というのはどうかと思うけどねだから同情するなら神柱状態なんですけどただユニス本体は、ゼリーダンカとエリシア、そしてベルの阪神の出身地である実質第二の故郷フィリピンからの熱い支持もありましてですね、そのノマンモレキュリオスの MV は2000万再生超えと、CD も初動でキャリアハイ更新の約6万枚超えと、順調に右肩上がりなお湯なって感じなんですけどそんなエバーアフター待望のなんか通称エプトっていうらしいんですよ。エプト、なんかいいね。どこ切ってんねんって感じなんだけどそのエプトンとはアフターのターのところの発音を縮めてるってことだと思うんですけど、ハングルで取ったらエプトになるんじゃない、だからメンバーはロビ的なというか、エプトって呼んでるらしいです。長いからっていうのもあると思うんだけど、そんなエバーアフター待望エプト待望のスイシーはスイートとスパイシーを組み合わせた造語で、時には辛く時には甘い10代の少女本来の魅力という意味が込められているそうです。でアルバムにはタイトル曲をはじめ、リリース記念のショーケースでも披露された「デン」、英語的にはダンだと思う、DDANG を含め5曲が収録されています。という感じでこれまで以上に軽快なサウンドと、正直年相応のスタイリングが際立つ、これまでとは違う等身大な魅力が詰まったスイッシーは、ユニチケガチ勢としてこれまでは若干厳しめの評価を下してきたパンユナ激推しチェンさんはいかがでしたか？一番好きです
いや、まずさ、うんまあ曲に行く前にさ、さっきイムソーンの名前ちょろっと出たけどさ、うんコンセプトフォトぶったまげたよ。ああ。誰って思って。まあ、誰とはならないけど、俺はね、今回だから前提、まあこれは後の感想で言ってもいいんだけど、美女の仕上がりすごいなっていうのは、まあ最初にあるかなっていう。そう。特にまあだからよその子とゴーヤの育ちは早いみたいなさそういうのあるじゃん。まあまあそれだけびっくりするぐらいにさ、やっぱりデビュー当時14歳5歳、まあイムソーンなんて小学校卒業しましたみたいなさ、入試抜けてる状態でさ、デビューするような年齢だったからさ、まあそりゃ成長は早いよねっていうのはわかるんだけど、とはいえだから俺最初に見た時にイムソーンだけみたいな感じになってまあ前髪ありでさ、で俺はねもうあれウォニョンさんこちらに移籍されましたかみたいなそうそうぐらいビジュアル仕上がってるしスタイルもいいし身長も多分伸びてるよね。いやイムソーンすごいよね仕上がり。びっくりした。他にもだからエリシアもさ、あれ多分ちょっと痩せたよね。そう。いやもともと超顔立ち可愛いし、まあ俺顔の中で推しを決めるんだったら圧倒的エリシアなんだけど、仕上がり方やばいね。そうだからさ、前はさもっとさ中学生らしいというかさ、ちょっとまるっとした顔だったよ。それがシュッとしてさ、ゼリードンカもさ、なんか もっとシュッとしてさ、みたいな。でコトコに関してはさ、まあ金髪っていうのは別にもうイメージカラーだけどさ、ちょっとクリクリしてさ、何あの可愛さみたいな。まあアイドル度が増してきたよね余計に、そうだからなんかそれこそスーパーウーマンの時はさ、もう7激推し MV みたいな感じだったけどさ、やっぱり今回に関してはコトコとイムソーンとエリシアこの3人をバンって出してきてさ、なんかそのビジュアルっていう部分だけでも今回はすげえ良かったなっていうのはあるし、まあパイオニアやっぱちょっと少ない。俺ただあの黒髪で本来の美を取り戻したなっていう、俺だから赤のスタイリングがそんなにバッチリハマってなかったんだなっていうのが黒髪で分かった。すごいいいじゃんと思って、パート的な分量とかねその辺は若干物足りなさはあるけど、パイオニアのそのチェンが推してる理由っていうのは俺は今回垣間見えるぐらいビジュアル的には俺はかなり好き。黒髪いいなっていう感じ。そう、全体的にさ、スタイリングもさ、まあ、コトコ以外はっていう感じでさ、こう、清楚な感じだったりとかしてさ。でも曲に関しては疾走感もあって明るくて、すごい良かったし、まあ、何より前回のキリオスの時では、収録曲の俺、ポッピンが好きだったんだよね。だから、その感じで来ましたみたいな。そうだね。俺もそれはすごいコンセプト的に近いなと思って。そう、だから、やっぱさ、このさ、疾走感があるのってさ、やっぱりその第5世代になってっていうか、まあ、イージーリスニングみたいな感じになってからはさ、この感じってあんまりないじゃん。だからなんか、久々に、これみたいなさ、やっぱりガールポップってこれだよねみたいなところだから大好きだなって思ったし、あのさ M2 で「Move to Performance」っていうさリレーダンスとかでもない初めて聞くようなやつがさ公開されててさ、そこで最終盤の時にエリシアが真ん中に来てエリシアのパートから始まるところがある、でその時にさジャンプするんだけどさ、その時のフォルムがめちゃめちゃ綺麗な腕のこの手首の角度とか、首の表情も足の角度とかも、全員の中でめちゃめちゃ綺麗で、あれはね見てない人はねぜひそこだけでも見る価値があるぐらいで、すげえいいじゃんみたいないうのがあるから、もういろいろとこう来ましたねユニスみたいな感じではあったんだけど、ちょっとねやっぱり不満っていうよりも、ここもっとこうしたらよかったのにっていうのが2点だけあります。まず、相変わらずイムソーンとエリシアのこう歌唱力がバチンってくるところがなくて。そうかな。いやだからそこ今さ言ったじゃん、エリシアが最終まで来るところ、そこに俺はイムソーンのアドリブをかぶせてほしかった。その方がより強烈になると思ったし、それこそポッピンではエリシアのえげつないアドリブがあるわけ、だそっちでは見せてるけど今回なかったっていうのがあるから、これはちょっとそこ入れた方がもっとこうインパクト的に強くなるんじゃないかな。最後の盛り上がりとしてね、大サビに向かっての盛り上がりとしてはそこを重ねるのが、まあ、ユニスの見せ方だろう。そういうのもあったのと、あとラップパートなかったでしょ。そうね。だからこの曲調この疾走感だからこそ、そこにアクセントとしてポンっておゆなのラップパートを入れた方が俺はさらにそれがもう200点300点みたいな感じになったんじゃないかな。俺は電で見れたからなんか一応そのラップ分は若干消化されたけどスイッシーにないんだよね。そういう意味では、レンとスイシーをこう足して2で割ったぐらいの方が良かったんじゃないかなっていうのはあったから、まあそこが不満ではなくてもうちょっとこうプラスできたのに、加点ができたのになっていうところがちょっと惜しかったなとは思いますが、やっぱりまあビジュアルがとんでもなかったし、デビューショーケースのステージとそのムーブトゥパフォーマンスの時にコトコがさピンで止めてんだよここ。それがすげえ良くてさちっちゃいな。いやだからよく見ないと気づかないんだけど、あれと思って、なんかそれがたまんないなっていうのがあったから、まあもうビジュアル面とかではその成長とかも含めて、もう完璧だからもうここからは伸びていくだけだなっていうふうに思ったけどね。
俺もやっぱり今回最初に目についたのはやっぱビジュアルで、とにかくだからそのエリシアとイムソーンがすげえ仕上がってるなっていうところがあってで反対の魅力のゼリーダンカっていうのがあるから、で他のメンバーもかなり仕上がってるから、その美の玉手箱というか、美の奥行きみたいなのが、それこそまあキュリオスまではヒョンジを除くとみんなこう若々しいというか、まあ幼いというかね、そういう感じだったんだけど、子供が無理してる感がほぼないというかもあって、だからガールポップをやるグループのビジュアルとしてすごくフィットしてるなというか、女の子がすごく憧れやすい、それこそ心にバチッとくるようなビジュアルに仕上がってたなっていうところがまず、もうそれでもうじゃあいいじゃんっていう感じというか、もうこれで合格じゃんというか、そうなんだよね、ヒット間違いなしだなっていう思うところもあるんだけど、俺はねユニチケ見てないぜですけど、だまあ3作の成長をだけをまあ見てるって感じなんだけど、まあそのチェンさんから聞いてるから、どういうキャラクターでどういう立ち位置をしてたか、どういう立ち回りでああいうストーリーができてるのかっていうのは知ってるけど、本当に自分の体感として知ってるのはタイトル曲3曲と、まあそういう収録曲初期とかで見てるようなパフォーマンスの動画だけなので、それの評価で言うと今回のスイッシーはスーパーウーマンのクールな感じと、MV で使われたピンクのビジュアル、要するにガーリーなカラーリングっていうのが今回の MV に使われてて、でまあこれはチェーンさんもさっき言ってましたけど、そのタイトル曲以上にキュリオス以上に好きと言っていたポッピーに近いコンセプト、でサウンド的にもノマンモリキュリオスで使ってたエレキギターとか、スネアのドラムの音が前回ははっきりバンドサウンドだったやん、今回はそれがうっすら入ってる。ああなるほどなるほど。それがほんのり加えられてて、これまでの結構集大成感がまずサウンドとビジュアルで結構作れてて、でイムソーンとエリシアっていう2大メインボーカルを立てて、チェンさんはそのスーパーウーマンの時はユニチケで披露されてたその2大ボーカルの魅力を出さなかったっていうことをまあ唯一というか不満点として挙げてたんだけど、今回はさその歌唱力をちょい生かすというよりは出しろをすごく増やして、重要なパートはその2人が交互に出てくるっていうやり方をしてて、だから、まあ、そのチェンさんの感想を借りて言うと、スーパーウーマンとキュリオスで回収しきれなかった全ユニチケ勢を納得させるような仕上がりというか、ができてて、その2人に加えて、でコトコは正直スーパーウーマンの時も結構大事なところで出てて、キュリオスではセンターっぽい感じになってて、今回もそのエリシアとイムソン以外のところのセンターはほぼコトコ、そうだね。だからこれはユニスがデビューしてから作ってきたみんな大好きアイドルコトコのその見せ方っていうか、それを軸に添える、その3人を軸に添えるっていうやり方ができてて、その3本柱で、しかもまあ MV では分からないけど、その初期とかその動画コンテンツで見るとダンスがまとまっててすごい可愛いんだよね。これがまあポッピン感を一番表してるのはそこなんだけど、こうみんなのまとまり、動線の動き方とか、その一個一個の振りとか、一人一人が見せるこのフォルムというかね、ポーズの可愛さみたいなところが、MV じゃない動画コンテンツすごい分かって、あ、めちゃめちゃポッピンっぽいっていうところをそこで感じるんだけど、それを見た時に、まあ、その全部がまとまってるっていうのは、まあ、その制作陣というかさ、事務所がやる F&F が手掛けてきたものだけど、このポッピンらしいコンセプトをこの曲でやるっていうことが、俺はこの8ヶ月のブランクが伊達じゃないんだなっていうことを思ったんだよ。まあ、そのビジュアルの成長もそうだけど、練習をかなり積んだっていうこともあると思うし、自分たちの魅力を一番発揮する、まあ、それをだから F&F がその8ヶ月間この今のユニスをどう見せたらいいのかみたいなことをすごくいろいろ試行錯誤して、多分そのスーパーウーマンとかキュリオスで不満点があったことも全部回収できる方法はないだろうかみたいなことを多分いろいろ考えた結果がすごく出てたし、それを仕上げられる練習をかなり積んできたっていうのが、多分それが5ヶ月だ、前回と同じようなブランクだったらそこまで見せれなかった、そこまでこうコンセプトが練り切らなかったみたいなところがあったと思うんだけど、8ヶ月っていうのはこれを見た時に、あ、必要な期間だったんだなっていうのを結構納得した仕上がりだったんで、それがだから看板のショーケースでやってるってことはもうこの時点で仕上がってる、グッバイステージに向けて仕上がっていくっていうんじゃなくて、この時点でバチッて仕上げてきたっていうのがすごく納得できる仕上がりだったなっていうのは思ったね、だから俺は正直この曲は、まあ、全2作と比べても好きだし、ユニチケを見てないぜっていうところもあるからなのか、俺は不満点は初めてないですそれよかったよかった、何よりですよ、だからデビューのうちらは全曲扱ってる、デビューからカムバー扱ってるからメディアショーケースとか毎回見てるんだけど、必ず言ってるのが音楽番組で1位を取りたいって言ってて、今回も言ってるんですよ、俺は正直それが可能だなってこの曲は思った。音楽番組1位が取れそうな曲だなっていうのを思ってるし、これはいけんじゃないかなっていうのはマジで思ってます。だからユニスっていうグループを見せる上で、いい意味ですごい分かりやすい曲だよね、
だからユニスは当然その番組と反比例して人気が出てるっていうこともそうなんだけど、それはまあ要するにフィリピンの力がかなり大きいのは間違いないんだけど、音楽番組で1位を取るってことはやっぱり K-POP に礎を立てる韓国でこう実力を認められるっていうことだから、それがまあ K-POP のグループとしては本当に売れたっていう、世界だけで売れてても、まあ、しょうがないことはないけど、本当に本質的な売れたに、まあ、韓国人というか K-POP の舞台を評価しないみたいな部分もあるから、俺はこのままのペースで売れたらそれこそ契約延長もあるかもしれないし、折り返しを過ぎてるっていうところもあって、そしたら47にとってもこのユニスが新しい実家になるだろうし、そこで楽しく暮らしましたとさ、めでたしめでたしエバーアフターになると、まあ、一番ハッピーかなっていう、でもその夢を見れるいい曲だったなっていうのを、まあ、このスイッシーに思いましたっていう感じだね。Celebrate the Swiss, celebrate the sweet and spice.